歴代ガンダム最長距離の狙撃を成功させた機体 GX9901DX ガンダム WX。 GX9901DX ガンダム WX はテレビアニメ機動新世紀ガンダム X の後半に登場する機体であり、パイロットは主人公であるガロードランが務めました。平成のガンダム作品の3作目にあたる機動新世紀ガンダム X はそれまでの平成ガンダム2作品と比べると異端な作品と言われています。世界観としてはスペースコロニーの独立運動、端を発する地球連邦軍と宇宙革命軍との間で行われた大戦争である第7次宇宙戦争終結後の世界を描いています。総力戦となった第7次宇宙戦争はスペースコロニーを地球に落とす、いわゆるコロニー落としが実行され、人類のほとんどが死滅するという凄惨な結果を招き、いわゆる勝者なきまま終結しました。そういった暗淡たる世界を描いたガンダム作品であり、年号表記もアフターウォーとなっています。この作品は荒廃した世界の中で力強く生きる人々とガンダム作品のキーワードでもあるニュータイプに迫るということをテーマにしています。ガンダム WX 行くぜ。ガンダム WX は劇中前半の主人公機でもあるガンダム X の強化発展型になります。ガンダム X は第7次宇宙戦争において宇宙革命軍が敢行した地球へのコロニー落とし作戦を阻止するため地球連邦軍が実戦投入した機体です。これらの機体の最大の特徴はサテライトシステムに対応していることです。サテライトシステムとは月面の太陽光発電施設から送信されるスーパーマイクロウェーブを背中のリフレクターで受信し変換することで機体や火器の稼働エネルギーとするシステムです。このスーパーマイクロウェーブの莫大なエネルギーを直接ビームに変換して大火力砲撃を行うための武装をサテライトキャノンと呼びます。このシステムの初回起動時にはフラッシュシステムを介して月面送信施設に機体コードを認証させる必要があるためニュータイプ能力が不可欠となっています。フラッシュシステムは宇宙世紀におけるサイコミュシステムのようなもので、ニュータイプ専用の通信システムなのでニュータイプ能力を持つパイロットが登場することが機体運用上前提となっています。ただし初回認証さえすればニュータイプ能力がないパイロットでもサテライトシステムを利用することが可能です。劇中ではニュータイプであるティファービールがガンダム X1 号機のサテライトシステムの初回認証を行い、その後はニュータイプ能力を持たないガロードランが使用しています。ガンダム WX は新地球連邦軍の力の象徴として開発され、端機としては究極的な攻撃力を持つガンダムタイプのモビルスーツです。人工島ゾンダーエクタにおいて全対戦でジャミルニートが使用したガンダム X2 号機からデータを流用して極秘裏に開発されています。特にフラッシュシステムやサテライトシステム等のシステム制御部分は移設という形が取られました。しかし機体自体は新造されており、最新技術によって出力、機動性、走行等の基本性能はガンダム X から飛躍的に向上しました。地形を問わない汎用性と重走行、高機動を併せ持ち、第7次宇宙戦争後に開発された機体としては最強クラスの性能を誇ります。劇中でガンダム X は毎度おなじみのようにガンダムアシュタロンのアトミックシザースに両腕を互角されていましたが、ガンダム WX ではアトミックシザースを腕のパワーで引きちぎるという荒技を見せつけています。ガンダム WX は機体ダッシュを防止するために機体を起動させるためには専用の G コントローラーが必要という設計ですが、システム面でガンダム X2 号機のデータを用いて開発されたため、ガンダム X の G コントローラーでも起動可能です。そのため劇中ではガロードランが持つガンダム X 用の G コントローラーで起動してしまい、機体自体をダッシュされるという結果になっています。ちなみに本来の WX 用 G コンをもし劇中でこれをガロードが使用することになっていたら、ガンダム売るよ。ガンダム WX の特徴的な武装としては、まずは何といってもツインサテライトキャノンです。サテライトシステムを強化改良したサテライトシステムマーク2を搭載したことで、ツインサテライトキャノンは凄まじい破壊力を持つ武装となりました。ツインサテライトキャノンは名前の通り砲身を左右両肩に1門ずつの計2門装備しています。その2門から同時同軸で発射することでサテライトキャノンの数倍の破壊力を得ています。なお2門同時発射ではありますが、あくまでサテライトキャノンの出力向上に対して1門では砲身が耐えられないことから
2軸のビームを1軸に合成して巨大なビームを形成する武装となっています。エネルギー容量や冷却効率などの基本性能が大幅に上昇している上、両肩部のセンサーにドッキングさせる仕様となり、ガンダム X のように手で構える必要がなくなったため、大火力にして連射可能で取り扱いやすい武装となりました。なお、劇中では支援機である G ファルコンのサポートを受け、3連射まで確認されています。また、金色に輝くエネルギーラジエータープレートも特徴的です。スーパーマイクロウェーブを受けた際、ビームに変換しきれない余剰エネルギーを熱放散する構造です。ツインサテライトキャノン使用時に展開され、金色に輝き放熱を行うため、非常に印象的となっています。また、副次的な効果として、排出された高熱の余剰エネルギーが、副次的に防護フィールドのような役割を果たし、敵モビルスーツの接近を防ぐという使い方も可能です。劇中第25話では、スーパーマイクロウェーブ受信時に、炎のようなフィールドを形成し、フロスト兄弟のガンダムの接近を阻止しています。過ちは繰り返させない。その他の武装として、ビームソード、バルカン、ブレストランチャーといった内蔵火器を持っており、初戦ではビームソードだけで新地球連邦軍を一周するなどの活躍を見せています。また、バルカンやブレストランチャーは牽制武装というには十分な火力を誇っており、装甲の薄いコルレルを撃破したり、ガンダムアシュタロンの接近を退けるなどといった使い方がされています。また、ガンダム伝統のオーソドックスな武装として、バスターライフルとディフェンスプレートを持っているのですが、これはフリーデンのメカニックであるキッド・サルサミルが製作した武装です。バスターライフルは軽量化と高威力化に成功しており、ディフェンスプレートは軽量ながら正規軍の武装以外では傷一つつけることができないと言われるほどの強度となっています。ダッシュ前の WX に酷似したものが装備されていたため、新地球連邦軍のデータをもとにキッドが製造したとも言われていますが、データがあったとしてもこれだけの武装を作り出すことができる12歳の天才メカニックキッドは恐るべき技術の持ち主ではないでしょうか。ナロードはガンダム WX ダッシュ時に触れ合ったカトップ・アルザミールの過ちは繰り返すなという遺言を深く心に刻み、大量破壊兵器に当たるサテライトキャノンは不用意に使用することはありませんでした。必要な局面以外では積極的に使おうとせず、劇中では4は6発のみしか撃っていません。最終決戦となったガンダムバサーゴチェストブレイクとガンダムアシュタロンハーミットクラブとの戦闘では、サテライトランチャーとツインサテライトキャノンの撃ち合いとなりますが、なんとか撃破に成功します。ただガンダム WX も大破してしまい、最終的には宇宙空間に廃棄されました。ニュータイプの真実ドーム。機動新世紀ガンダム X はファーストガンダムから続くニュータイプという題材に真正面から向き合うという点が印象的な作品です。ストーリー最終版ではドームと呼ばれる月面の太陽光発電施設およびマイクロウェーブ送信施設内にあるドーム上の空間を有する施設にたどり着きました。ドームはサテライトシステムのマイクロウェーブ送信リクエストを判断制御するシステムでもあり、ガンダム X の世界でファーストニュータイプと呼ばれている人物が封印されています。正確には生きているわけではなく、生体部品としての研究のため身体は遺伝子レベルで分解され、月面基地にシステムとして組み込まれています。月の周辺で起きた新連邦と宇宙革命軍の戦いの最中、真実を知るべき者たちを呼び寄せ、ニュータイプの真実について語りました。それは、ニュータイプは幻想に過ぎず、人類の革新でも未来を作るものでもないと、ニュータイプを真っ向から否定するものでした。そして、ガロードのように、特別な力などなくても強い心を持って行動することが、未来を切り開く力となると呼びかけ、未来を託して消えていきました。ニュータイプ、イコール、人類の革新者というわけではなく、未来を作り出すのに、特別な力は必要ない。という思想は、制作陣がファーストガンダムという宇宙世紀作品のテーマ性を卒業し、新たなガンダムを生み出したいという意志の表れだったとも言われています。結果的にガンダム X 以降、次回作の単影ガンダムや、その次の機動戦士ガンダムシードなどは、従来のガンダムから脱却した新たな世界観となりました。ニュータイプって本当は何なんだろう。未来は自分で切り開くもの。機動新世紀ガンダム X は、放映当時、放送局であるテレビ朝日社内のお家騒動に巻き込まれたことから、地方局を除いて放映期間が短縮され、さらに放映時間枠が
午後5時から午前6時に変更されるといった浮き目に遭いました。1996年当時は今と異なり、見逃し配信や番組表を見ての簡単予約などができない時代だったので、突然の放送時間変更、それも早朝6時への変更ということもあって視聴率が低迷するという結果となりました。これに対し主演声優である高木渉氏は、自分がガンダム X を人気作品にできていればこんなことにならなかったと涙ながらに悔やみ節を話していたというエピソードもあります。機動新世紀ガンダム X は不人気によって放映期間が短縮され打ち切りになったという誤解が先行している印象がありますが、前日の背景から実際は打ち切りなどではありませんでした。監督の高松伸二氏も再構成したエピソードがあっても削り取られたエピソードはないと語っています。ただ結果的に放送当時は視聴率が低迷し、ガンダムシリーズの中では不遇な扱いを受けていましたが、近年のインターネット普及や新作ゲームプラモの登場によって後年になって再評価されつつある作品です。余談として、劇中で月面裏側からコロニーレーザーめがけてサテライトキャノンを3連射しているのですが、この狙撃距離は約38万 km と言われています。ガンダム作品の長距離狙撃の名手として、例えば機動戦士ガンダム00に登場するガンダムデュナメスは高高度狙撃銃を使用し、地表から低軌道に落下してきたコロニーの一部を狙い撃っていますが、地上から宇宙までの距離は約 100km となります。他にトランザムライザーのライザーソードで成層圏あたりから衛星軌道上のメメントモリを攻撃していますが、長さは約1万 km と言われています。つまりガロードはとんでもない遠距離からサテライトキャノンを発射しているのです。さらに最初の2射はコロニーレーザーをギリギリをかすめるように撃ち、3射目でコロニーレーザー中央を撃ち抜きましたが、コロニーレーザーの直径を 6km と仮定してざっと約 6km を位置調整したと考えると、約 0.0005 度の微調整をしていることになります。そのためガロードとガンダム WX は巷ではガンダム歴代で最長距離の狙撃、もとい砲撃を成功させた機体とも言われています。嘘つきで悪かったな。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。